ちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は小さな巾着を作ります。今回はとっても小さい端切れで作ってすごく簡単に作れますので、よかったら、一緒にチャレンジしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは準備するパーツの紹介です。本体は2枚になります。こちらはどちらも内布になるので、柄向きの方は特に関係なくご用意ください。本体は横が15センチ、縦が30センチ。こちらは2枚用意します。同じサイズのものを2枚準備してください。こちらのオックスはデコレクションズさんのオックス生地になるんですけれども、色はちょっと春っぽい生地で合わせてみようと思いました。このうさぎの生地はこのちょっとグリーンっぽい生地で決まったんですけれども、この鳥さんはピンクにするかちょっとくすみ系のイエローにするかすごく悩みました。今回はピンクにしています。黄色で作っても可愛いかなと思います。こちらもうすでに折ってしまってますけれども、ループ用の布、横の幅が4センチ、縦が30センチ。四つ折りにしたループをまず作ります。ループはできるだけ薄い生地を選ぶといいかなと思います。この際を縫います。中表に重ねます。重ねたら半分に折りましょう。折って折り目をつけます。中央から2センチずつ印をつけます。間は4センチになります。ここが返し口になっていきます。印のところで待ち針を留めます。あとは角、間という感じで留めてください。もし反対側にも紐通しを作りたい場合はここも上げておいてください。今回はこの太い布で作る紐なので、今回は1本で通せるように片側のみにしています。そうしたら周囲を1センチで縫います。返し口のところはしっかりと返しますね。そして、こんな感じの仕上がりをイメージしてですね、表にする側を決めていきます。柄を見てですね、今回うさぎさんがこの向きなので、こちら面が表向きになります。表になる側のこの角のところだけしっかりと直角を折っておきます。折って中に入れて、目打ちでしっかりと中に入れておきます。こうしておくと表にした時に綺麗に出てきます。反対側の角はそのままで、紐が通されるところは縫い代を開いておきます。で、表に返していきます。角を出しておくとこんな風に自然に出るだけでもすごくね綺麗になってますので、あと足らない場合は目打ちを使います。目打ちはこのミシン目とミシン目の間に深めに入れてください。今先っぽがこの辺に来てます。そして内側からこう押し出すようにすると布を切らずに仕上げることができるので試してみてください。そうしたらこの返し口の縫い代しっかり折っておきます。折っておいてパカーンとちょっと2つ折りにして
内布として反対側を中に入れます。で反対側のここの縫い代の部分もしっかりと倒れてるのをこうちょっと指で触りながら確認して形を整えていきます。はい、そうしたらこの脇から縫い始めて脇で縫い終わるようにして2センチで縫っていきます。こちらはちょっと小さいので待ち針は刺さずに進めていきます。もしある方はマグネット定規を活用してみてください。そしたら最初の糸を切ります。縫い目を最初の縫い目に重ねていきます。もう一本ですね、5ミリ縫い足しておきます。布を巻き込んで縫わないように気をつけましょう。はい、こんな感じで2本縫えています。この仕上げの5ミリはこの縫い代が飛び出てこないようにするためなので、ここは縫っておいた方がいいかなと思います。それではこの縫い合わせの方が下になるようにして紐を通します。で今気がついたんですけど、こっちにするとこの柄ではなく無地の方なんで、こういう感じの仕上がりになりますね。そしてこう揃えたらこれを一度内側にします。内側から縫うような感じですね。端から7ミリを縫いましょう。はい、このように縫い終えたところです。そしたらもう一度ひっくり返してこの状態に戻します。そしたらこの縫った部分が内側に入るように肩倒しにします。で包むようにしてこの際を縫います。はい、ちょっと何度か繰り返して縫ってみました。これで完成になります。紐の通し口のところなんですけども、こちらでちょっと間違えちゃったので、柄向きを見て仕上がる時はこうなりますので、こちら側に紐通しが必要になります。この柄方向気をつけてください。はい、それでは周囲1センチ縫い終えたところです。今度はカーブの巾着を作りますので、こういうマグカップとかを準備してください。こちらのマグカップのサイズは直径9センチです。そしたらこの部分を縫います。5ミリほど残してカットしていきます。表側のカーブだけ切り込みを入れておきます。2目の際まで切り込みを入れておきます。
そうしたら反対側のこの中央の反対側を縫い代をしっかりと倒しておきます。そしたら表に返していきます。切り込みを入れておくとカーブがきれいに出てきます。ここもこう広げて内側に入れます。はい、いかがだったでしょうか。こういうねカーブのある丸い巾着だったり1枚で作る巾着の方法と2枚合わせて作る方法と紹介しました。内側と外側が同じ生地で出来上がっているんですけれども、とってもシンプルに布だけで出来上がる工程で紹介させていただきました。よかったら皆様の歯切れで作ってみてください。はい、こんな風にちょっとね充電器入れてみたりイヤホンを入れてちょっと持ち歩くのにもすごく便利な小さいサイズ感になっております。作る時はこうちょっと厚みのあるオックスの生地で作るよりは、シーチングの方が作りやすいかなとは思います。でもオックスだけで作ると結構しっかりした仕上がりにもなるので、是非いろんな生地で作ってみてください。サイズは縦の長さはだいたい14センチ、横の長さは12センチほどになっています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。